新潟っていうのは砂丘の上にできた町で、信濃川と阿賀野川が上流から運んできた土砂がここに溜まって土地ができました。一つあちらを見ていただくと棒振りがずらっと高いところ並んでます。あれも同じ砂丘です。あんな感じの砂丘がいっぱい何列にもなって新潟市の土地ができてます。で砂丘と砂丘の間にある低いところが低地になって湖みたいに水ができました。それガタと言います。新潟のガタです。実はですね、この辺を通る古道の歴史は非常に古くて、律令時代にですね、五期七道といって7つの道が定められました。そのうちの一つ、北陸道が日本海に沿って東北地方に向かって通ってました。江戸時代はですね、北国街道と呼ばれてました。今日はですね、その北国街道の跡をたどりながら町の歴史と地名の由来などを探っていきたいと思います。でかい川が来ました。これわかりますよね。信濃川ってでっかい川なので水害とかが発生するので、これは信濃川の水をちょっとずつ日本海側に逃がす分水路です。関屋分水路です。この関屋分水路ができて新潟の一部が島になりました。やっと古道っぽい感じ。ここ江戸時代の後期から明治ぐらいのメインで使われていた北国街道のルートになります。お寺の名前が書いてあるんですが、この向こう側から見ると処刑場がありました。白山神社あるじゃないですか。それより向こうが新潟の町です。新潟のほぼ入り口に形状がありました。見せしめ的な。ここが殺される人にお酒を3回勧める別れの杯みたいな、それで後にこう三魂って呼ばれるようになったみたいな。ここが新潟町の入り口です。つまり新潟発祥の地はここから向こう。ほら、これが新潟町。お寺並んでるでしょ。ここの水堀が今の寺町の西堀通り。こっからやっと新潟。この道は何でしょう。大事なのがこれ古町通りです。江戸時代の絵図を見ると赤い鳥居、前が古町、つまりこれがメインストリートです。でもう一歩向こうに本町通りなんだけど、ここがもともとのだから本町できた時から古町と言わないじゃないですか。中心が本町の方に移動してこっちが古町って呼ばれるようになったけど、これがもともとの本町みたいなもん。古
町って細かい路地とかいっぱいあって個性的なので、ここはですね古町を案内するとしたらこの人しかいないっていうお友達を助っ人に呼んであります。ここにちょっと意味ありげな路地が。狭くて看板がこうはみ出てるとか、ちょっと京都のポント町っぽい感じ。まあ今ね昼間ですから、夜は本当に人の賑わっててなかなかいい路地なんですけど、ちょっとじゃあ行ってみましょう。そう、麹が生きてるっていいですよ。この界隈の新潟の花街の、一番象徴する路地がこの六軒小路。本当の6軒の家が並んでる六軒小路。やっぱり江戸時代から街道を通ってきた旅人がここで美味しいものを食べたりとかしてるんでしょうね。ここの景観を良くしようということで、こういうふうに色を変えたりとかエアコンにカバーつけたりとか、やっぱり見栄えをすごく良くしようという気持ちが皆さんに生まれてるんですね。で突き当たりは柳の木が見えますけれど、あれが寺町の場所に。当時の新潟町の端っこ。そうですね。出てきました。なんか近代的だ。ここに例えばお米とか、いろんな荷物を載せた船が行き来して、で信濃川に止まってる大きな北前船に乗せて大阪江戸へと年貢米を運ぶと。昔の街並みがそのまま残ってる。実はこれって意外と貴重なんですよね、やっぱりね。でそこに新たに麹名が分かるようになっていて、当時の道幅のまんまの場所も結構たくさん残っている。そこがね、私は新潟の路地の魅力だなというふうに思ってますね。ここの交差点は非常に珍しい交差点です。交差点よく見るととっても大事な場所だっていうのが分かります。ここの交差点はポイント2つあります。一つは新潟市道路原票。大正8年に法律で各市区町村の道路の中心となる点を定めなさい、原票を立てなさいと。そういうことからもう明治大正の時は新潟の中心が古町じゃなくて本町だったっていうのが分かる。北国街道は古町通りずっと行ったけど、本町通りに中心が移り磐梯橋ができたことで、港から船だった時代から磐梯橋の時代に変わった。結局いろんな道が一本になってこの原点に向かってるので、道路は1個だけど一応全て兼用。一つだけ他と全然違うルートを通る道があります。新潟市と上越市の間に1箇所経由するんですよ。海の上を通る珍しい国道です。水の道です。ずっとですね、信濃川渡って反対側に来ました。今日歩いてる中で一番古い地名、日本書紀に出てくるレベル。当時はぬったりじゃなくってぬたりで、字も違うんだけど、ぬたりの木っていうのは咲くっていう字書いて砦。北陸道をずっと来て最後ぬたりの木っていう、つまりぬたりの砦。後の時代でいうとぬたり城みたいな感じ、戦いの最前線みたいな。でここから向こうはない、撤去された。つまり昔はここ通ってここだけ急に線路が復活するの。
ぬったり駅。ぬったり駅のとこまで船で運んできたのを鉄道に乗り換えて運んでいったと。ぬったり駅は廃止され、今は阿賀野川です。渡った先はまず柴田につながります。柴田から奥州道に行く道と柴田から右に曲がって会津に行く道、それで遠くにつながってました。